こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回はミニマリストになりたい人必見、少ない服で暮らすコツ10選をお話ししたいと思います。前回の動画では服が少ないほど実はおしゃれなどなど、少ない服で暮らすことの驚きのメリットをご紹介しました。でも一方で、そんなメリットは分かっていても、一体具体的にどうやったら少ない服で過ごせるのと悩んでしまう方も多いかと思います。私も実際そこでつまずいてしまったんですよね。そこでこの動画では、私が捨て活を始めて約4年間の試行錯誤で見つけてきた少ない服で暮らすための今すぐ真似できる具体的なテクニックを全てお話ししたいと思います。少数精鋭の洋服で暮らしたいけれど、そもそもどうやって始めたらいいかわからないという方や、捨て活は頑張ってきたけれどこれ以上減らすことになんとなく手詰まり感を感じている方にとって、この動画がヒントになってくれれば嬉しいです。それではスタートです。少ない服で暮らすコツ。一つ目は、最低限必要な服の数を把握するです。服を捨てることで私が感じた一番の不安は、少ない服で果たしてやっていけるのかでした。だからこそ、まず自分にとって最低限の数を知っておくことがすごく大事だと思っています。洗濯の頻度と旅行の日数から私が必要な最低限の服の数を考えてみると、洗濯は数日に1回、旅行に行くとしても2泊3日分あれば洗濯しながら何日の旅行も乗り切れちゃうということで、私は最低でも4日分の服さえあれば物理的にはなんとかなるはず。こうやって減らせるラインが分かっていれば、そこまでなら手放していいんだと安心材料になりますよね。ただそう頭では分かっていても、捨て活ってやっぱり手強くって、そんなに服を減らしたらおしゃれを楽しめないんじゃないか、いつも同じ服を着ている人と思われるんじゃないかと思い切って減らす勇気は初めはあまり持てなかったんですよね。そこで私が最初に手をつけたのがインナーでした。失敗しても後悔しなさそうなインナーならいけると思い、最低限の枚数まで思い切って手放してみることにしたんです。そしたら全然足りる。むしろ数が少ないおかげで管理が楽で、定期的な入れ替えがしやすくなりました。毎日綺麗な状態のお気に入りインナーを身につけられ、不思議と自分を大切にしているような心地にもなれて、本当に気分も良かったです。そんなインナーの捨て方の経験が捨てるトレーニングになって、服に対するマインドも徐々に変わっていきました。インナーと同じようにトップスもボトムスも、その時のお気に入りの服が最低限あれば十分と思えるようになってきたんです。こうして捨て活のギアが上がったおかげで、今は夏のトップスは4枚、冬のセーターは3枚と、最低限の数のお気に入りアイテムまで厳選できました。最低限の数があれば大丈夫と納得できたからこそ、ちょっとでも気に入らないと思った服は思い切って手放すことができたんです。最低限の数を知っておくことが、少数精鋭の服で暮らすための後押しになってくれました。少ない服で暮らすコツ。2つ目は、洋服をすべてハンガーにかけるです。手持ちのお洋服をすべてハンガーにかけてみると、自分が持っている服が全部見える化できるんですよね。そこでパンパンになったクローゼットを見て、自分がどれだけ着きれない量の服を持っていたかに気づかされました。お気に入りと思える期間なんてとっても短いかもしれないのに、こんなに服がたくさんあってはそんなに頻度高くは着れないです。本当もったいないとは思わずにいられませんでした。ハンガーにかけたことで捨て活のモチベアップにつながりましたね。そして少数精鋭服にさらに思い切って厳選したいという方は、ハンガーの数を固定するのがおすすめです。私は20本新しくハンガーを買い、よりすぐりのお気に入り服だけを選んでハンガーにかけ管理をしてみました。いまいち気に入らない服は古いハンガーにかけて端に避けておいて、そのシーズンは着ないようにします。そうすると、悩む服をいきなり手放さずとも一軍服だけの暮らしを試し体験できちゃうんですよね。もし途中でお気に入りが変わったら、その都度入れ替えて OK。 そうやって試行錯誤しながら過ごしていると、シーズン終わりには古いハンガーにかかった服たちはもう手放していいかもとすんなり捨てる決断がつけられたんです。古いハンガーごと捨ててしまえば、少数精鋭の一軍服だけが詰まったクローゼットが出来上がり、今後もハンガーにかかるだけの数を守れば、リバウンドせずに一軍服だけのクローゼットがずっと維持できちゃいます。一軍服ってお出かけなどここぞという日につい着たくなるとっておきの服のことだと私は思うんです。
そして服を少数に厳選した今は、そんなお出かけの日に選ぶようなとっておきの服をもう毎日着られている感覚がしています。手放すことを躊躇していた時期もありましたが、今はそんないまいちな服を着て過ごす私の気持ちと時間の方が本当はもったいなかったんだと心から思っています。だからなんとなく持っている服は思い切って手放しちゃって大丈夫。たとえ失敗したと思ってしまっても、代わりにまた必要なものが入ってくるはずですから、後悔なんてきっとしないはずです。少ない服で暮らしたい方はぜひお気に入りの版画を買うことからスタートしてみることをお勧めします。少ない服で暮らすコツ、3つ目は汚れを恐れない工夫をするです。数少ないとっておきの一軍服で暮らすとなると、心配になるのが服が汚れてしまうことですよね。家事をするときやアクティブな活動をするとき、せっかくのお気に入り服を汚すのは嫌だからと、そんな時のために適当な部屋着や汚れてもどうでもいい二軍服をたくさん持っていました。でも結局そんなお気に入りじゃない服が圧迫してクローゼットがパンパンになっていたんですよね。そこで汚れを恐れずに暮らすため取り入れた工夫が2つあります。まず1つがエプロンをつける工夫です。エプロンさえあれば汚れることを気にせず、お気に入り服のまま家事全般できてしまうんですよね。このおかげで汚れていいようにと家で適当な格好をする必要がなくなりました。おうち時間もお気に入りの服を着て過ごせて気分もとってもいいです。で、もう一つの工夫が寝巻きをちょっとおしゃれなものにすることです。外に出られるくらいのちょっと洒落たデザインのものを寝巻きとして選ぶようにしてから、近所ぐらいの外出にはこのまま出かけちゃったりもするし、アクティブなイベントでは汚れてもいい服として着ていったりしています。おかげで適当な部屋着もどうでもいい二軍服ももう一切いらなくなり、毎日お気に入りの服を着ながら快適に過ごせています。少ない服で暮らすコツ、4つ目はベーシックカラー以外の色物の服は3分の1以内にするです。で、ここにおけるベーシックカラーとは白、黒、グレーのモノトーンはもちろん、茶色やアイボリー、ベージュ、紺、カーキなど色味のある定番カラーも含めています。つまりピンクとか赤とかブルーとか、そんな色をここでは色物と呼びたいと思います。で、お店にディスプレイされている色物のお洋服ってすごくおしゃれに見えませんか？私もつい目を引かれてそんな差し色を買いがちでした。でも実は色物のお洋服が増えすぎてしまうとクローゼットで厄介な存在になりやすいんです。というのも色物同士のコーディネートってとっても合わせづらいんですよね。クローゼットに色物が多いと気に入って買ったはずなのに、いつの間にか合わせるのが難しい、使いづらい服になってしまって、結局あまり着なくなってしまう。そんな失敗を私は何度も繰り返してきました。捨て活を経た今は、私は色物のお洋服は3分の1以内に収めるようにしています。ベーシックカラーのお洋服中心のワードロープにしてから、ベーシックカラー同士の組み合わせも数少ない色物との組み合わせもどちらも合わせやすくて、どんな組み合わせも失敗しない、そんな使い勝手のいいクローゼットになりました。そしてお洋服のベーシックカラーもある程度色を絞っておくのが私的にはおすすめです。私の場合はアイボリーと茶色のお洋服が中心で、そこにちょっと黒やベージュ、ダークグレーを足すぐらいに限定しています。ベーシックカラーの色数もまとまっていると簡単に雰囲気に統一感のあるスタイルができて、コーディネートもさらに組みやすくなるんですよね。色物のお洋服の数を絞ったことで、むしろ上手にカラーコーディネートを楽しめている気がします。少ない服で暮らすコツ、5つ目はアクセサリーをつけるです。捨て活をして残った服って私はシンプルな服になりがちだったんですよね。でもシンプル服をただ着るともうとにかく地味すぎてなんか物足りない感じがしちゃうんですよ。こんな時に頼りになるのがアクセサリーなんです。同じ服でもアクセサリーを足すとただ着ているのではなくておしゃれな着こなしに変わるんですよね。合わせるアクセサリーを変えれば印象もまた変えることができちゃいます。服の数こそ少なくてもアクセサリーでいろいろな表情を作れちゃうんですよね。なので私は出かけるときは欠かさずネックレスとピアスをしています。もうずっと長く大切に使っている超お気に入りばかりです。腕時計も華やかさを足してくれる私のお気に入りアイテムの一つです。
BBG の GMS シリーズという BBG の中でも大人なデザインのコレクションの時計をかれこれ8年ぐらい使っています。 G-SHOCK の超高い防水性がありながら高級感のあるデザインなので、アクティブな場所でもきれいめな場所でもどちらでも使えるところが気に入っています。シンプルな服こそアクセサリーとの組み合わせでおしゃれが完成する。服が少ない今もアクセサリーを上手に使いながらおしゃれを楽しめている気がします。少ない服で暮らすコツ6つ目は小物の色を統一するです。コーディネートって実は色数が少ないほどおしゃれ見えしやすいんですよね。よく3色コーデが王道のおしゃれなんてことも言われますが、私的におしゃれが苦手な人ほどさらに色を減らした2色や1色コーデの方がとっても簡単におしゃれな雰囲気を作ることができるのでおすすめです。とはいえ服の色をどれだけ絞ったとしてもカバンや靴、ベルトなど小物の色がバラバラだと結局全身で見た時の色数がとても増えてしまって統一感のないちぐはぐなファッションになってしまいがちなんです。なので私は小物の色を統一していて基本的に黒で固定しています。小物の色を揃えるだけでどんな手持ちの服を組み合わせても色数が抑えられるので統一感のあるコーディネートが完成するんですよね。小物の色も黒色と固定してしまっていることで小物の数自体も増やさずに済んでいます。毎日のお洋服選びも迷いづらくなりました。正直私ってファッションセンスがある方ではないとは思っています。でも色さえ揃えたらなんとなくおしゃれな雰囲気に見えてしまう。そんなおしゃれ苦手な人こそ実践してほしいすごいテクニックです。少ない服で暮らすコツ7つ目はインナーで温度調整するです。最近は急に暑くなったり急に寒くなったり春や秋がびっくりするぐらい短いことが多いですよね。でそうなると季節の変わり目のお洋服って必要なんだけどすごく出番が少なくなってしまうんです。これが服が増える原因だったりもしますし、急に寒さが逆戻りしてせっかく衣替えした衣装ケースから慌てて服を引っ張り出したりなんだかんだ不便も多いです。でそんな季節の変わり目に今私が大いに頼らせてもらっているのがインナーで温度調整をすることです。春、夏、秋は基本的にトップスは変えず中に重ねるインナーを変えることで過ごしています。まだ肌寒い時期は超お気に入りのシアーシャツにあったかインナーを合わせて、もっと肌寒い時期はタートルネックのあったかインナーをさらに重ねます。そして夏の暑い時期にはキャミソールインナーを着て涼しく過ごします。超冷え性の私には夏も長袖ぐらいがちょうど良かったりするんですよね。そうやってインナーで調整することで超一軍のお気に入り服を長い期間たくさん着てあげられています。長いシーズン着れるお洋服があるからこそ年間たったの20着程度で過ごせているんですよね。でもそれって結局服の代わりにインナーが増えているだけじゃんとツッコミが来そうなんですが、それは正直その通りです。でもお気に入りの一軍服を見つけるのってかなり大変なことだと思ってるんですよね。そんなようやく頑張って見つけたお気に入り服を長い期間たくさん着てあげれることの方が服を厳選したい私にとってはとっても幸せなことです。インナーだけならそんなに悩まず気軽に買い替えできますしね。インナーをうまく使って大好きな一軍服を長く大切に着てあげる、これが私がたどり着いた理想の着回し術です。少ない服で暮らすコツ8つ目は万能なアイテムを持つです。服を減らしていく中で気づいたこと、それは特定のシーンでしか使わないアイテムほどクローゼットに捨てられず溜まってしまうということです。私自身年に数回しか出番がないけれど手放せず持ち続けているものがたくさんありました。でも工夫してみたらそんな専用アイテムって持たなくても大丈夫だったりするんですよね。例えばオケージョン服、どうせ年に1回着るか着ないかぐらいのものですから普段着と兼用できそうなアイテムを選びました。水着も普段着と兼用にできるタイプのラッシュガードにしたり、ショートパンツは夏の寝巻きにしたり、インナーもどんなトップスでも安心して合わせられるハイカバーでデザイン性の高いものを着ています。時計やカバン、靴もまたアクティブな日にもきれいめな日にもできるだけいろんなシーンで使えるものを選ぶようにしたりしています。
こうやってシーンを問わず使えるアイテムを選ぶようにしてから、クローゼットの中でほとんど着ないというアイテムが本当になくなりました。持っている全てのアイテムがちゃんと稼働している、これが私が少ないアイテムで着回せている秘訣だなと思っています。少ない服で暮らすコツ9つ目は、買う前に試着をするです。これは余計な服を増やさないために大切なテクニックでした。以前は私もお得だし種類も豊富だからとネットでよくお洋服を買っていました。でもいざ届いてみたら、思ったより安っぽい素材だったり、サイズが全然合わなかったり、おしゃれなモデルさんのようには自分は着こなせなかったり、そんな失敗をたくさんして、あまりお気に入りじゃない服を増やし続けていました。そんな数々の買い物の失敗を経て、今は多少割高になるとしても必ず試着してから買うと決めています。もうそれだけで服の買い物の失敗がぐっと減ったんですよね。でも一方で、試着さえすれば満足がいく買い物ができるというわけでもなくて、試着にも注意が必要でした。例えば試着した時、悪くはないけどなとか、ここの丈がもう少し短ければとか、あれちょっと惜しいってアイテム結構多いと思います。そんなアイテムを腕まくりしたら着こなせる、裾をインすればごまかせるという風に、これぐらいなら大丈夫かと妥協して買うと、また結局着こなすのに工夫が必要ないまいちなアイテムになってしまいがちなんですよね。なので私は買い物するときにときめくものだけを選ぶようにしています。ときめくってなんやねんって私もずっと思っていたんですけど、最近気がついたのが、本当に似合う服って適当に袖を通しただけでも着た瞬間キラーンと自分が輝くような、そんな本当にこれだと思える感覚があるんですよね。なんかハリーポッターの運命の杖に出会った瞬間の暖かい風が吹く、そんなイメージに近いかもしれません。そんな風にときめく服ってこれなって着た瞬間はっきりとわかるものなので、だからこそ今は少しでも迷っているなら買わないと私は決めています。で、あと他にも試着しに行く時のコツがあって、例えば私は一番お気に入りのトップスやボトムスを着てお店に行くようにしています。で、そうするといつものお気に入り服と合わせた時に素敵に見える服なのか、実際に普段の着こなしを考えた上で買うか買わないか判断をつけられるんですよね。今は妥協して服を買ってクローゼットのクオリティが下がるぐらいならない方が実はマシだなんて思えるようになりました。服を厳選した今はそう簡単には新しい服を買わないからこそ、買い物を重ねることにどんどんお気に入り度が高まっていく、そんなクローゼットに変化していっています。少ない服で暮らすコツ10個目は、姿勢よく笑顔でいるです。これまで服の数や色、小物の選び方などなど、少ない服でおしゃれをするための具体的な工夫をお話ししてきました。でもそんな風におしゃれに見えようとあれこれテクニックを使うよりも、姿勢の良さと笑顔のパワーに勝るものはないと個人的に思うんですよね。姿勢がよく胸を張って堂々と前を見て歩いている姿は、それだけで強く美しく見えるし、笑顔が素敵な人はそれだけで輝いて見えます。どんなにおしゃれでも姿勢が悪くて表情が沈んでいたらなんかもったいないですよね。姿勢と笑顔って実は一番のおしゃれアイテムだったんです。そんなこと言う私も実は昔からかなりの猫背でした。ですが数年前から腹筋のトレーニングを始めたことがきっかけで、少しずつ姿勢が改善していったんですよね。やっぱり腹筋が鍛えられるとお腹をぐっと筋肉の力で支えられて、自然と姿勢が良くなっていきました。前の職場の方からも、もちさんって姿勢良くて綺麗ですよねなんて言ってもらえて嬉しかったのもすごく覚えています。未だに油断するとすぐ猫背気味にはなってしまうんですけどね、ちょっと意識はしたいと思います。で、そして笑顔も姿勢と同じぐらい、もうそれ以上に大事だと思うんですよね。笑顔でいる人ってそれだけでその人にしか出せない魅力で溢れている人に見えたりします。私自身物を減らしミニマリストを目指すようになってから生活に余裕ができ、そしたら心にも余裕ができ、笑顔でいれる時間が圧倒的に増えたように思っています。そしてそんな変化のおかげで自分で言うのもなんですが、より魅力的な人間に成長できているような気がしています。
客観的に見てどうかは分かんないですけどね、あくまで主観です。何の変哲もないただの白シャツでも姿勢が良くて笑顔でいればその人にしか出せない美しいスタイルになる。姿勢の良さと大きな笑顔が少ない服でもおしゃれでいられる一番の秘訣でした。以上が少ない服で暮らすコツ10選でした。服を減らして気づけたのは、おしゃれな人って流行をどんどん取り入れている人のことではなくって、自分らしいスタイルのある人のことなんじゃないかなと思えるようになってきました。大切なのは結局自分自身が満足していることなんですよね。服を減らして私もそんな自分らしいスタイルを少しずつ手に入れられてきている、そんな気がします。それでは動画を見てくださりありがとうございました。バイバーイ。